明日から管理職になれますって言われたら、庭さんやったらどうします？なりません。なれって言われたら？なりません。ならないと失職ですって言われたら？やめます。すいません。責任のある立場は嫌です。そうかそうか。いや、よかったっす。じゃあ庭さんは大丈夫そうですね。そう。佐島と庭の漫画760。忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760。お送りするのは佐島と庭です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんなトークをお届けしたいと思います。本日のコーナーはアニメ会でございます。このコーナーでは普段漫画について話している佐島と庭がアニメについて話します。語りたいポイントのために軽くネタバレをしてしまいますので、ネタバレ一切困るって人はアニメを見てからお聞きください。本日は異世界スーサイドスクワッドの話をしたいと思います。なんとなくしか知らないです。アニメね。うん。スーサイドスクワッドって結構有名なシリーズなんですけど、まあそのシリーズと異世界ものを掛け合わせたみたいな。スーサイドスクワッド自体は原作はアメコミなんですか？アメコミっすね。アニメ映画、まあカートゥーン映画っていうのかな、になってたりとか、あとゲームにもなってるし、実写映画にもなってる結構人気のシリーズですね。はいはいはい。で、今回この日本初というか、日本発信で異世界ものとスーサイドスクワッドを掛け合わせたアニメができたみたいな感じなんですけど、はい。庭さん多分この原作っていうかスーサイドスクワッドも知らないですよね、あんまり。なんか悪い奴らが集まってるぐらいしか。そう、はい、そんな感じです。そんな感じっす。大体そんな感じです。一応この異世界スーサイドスクワッドのあらすじを先にお伝えしておくと、はい。剣と魔法の異世界っていうのがあるんですよね。はいはいはい。現代とは別に。そこに通じるゲートみたいなのをたまたま見つけてしまいましたと。ただ、その異世界においても、やはりアメリカは影響力を保っていなければならないと。ちょっと待ってください。その異世界を見つけたのは現代の人々なのかな？現代の人々です。はいはいはい。で、アメリカも、現代のアメリカが、いや、異世界の資源とかあるし、アメリカが影響力を持っていなければならないと。なんか、ちょっとコメントしづらいな。影響力を持っておかないといけないっていうのは、どこの意思かわからないんですけど、結局その異世界の管理みたいなのをするために、アメリカ合衆国国防省の、下部組織っていうのかな、傘下にある組織で、アーガスっていう架空の組織があるんですけど、そこの長官、アマンダ・ウォラーっていう人が、言ったら結構超人的な能力を使う人たちを指揮していろいろ治安を維持するみたいな職で、なるほど。先遣隊をこの異世界に送り込もうと。異世界は異世界で、とある王国があるんですけど、いわゆる人が、支配している王国があるんですけど、その王国が、オークとかエルフとか、いわゆるそのファンタジーなア人種っていうのかな。なんかそういう言い方が正しいかどうかわかんないんですけど、そういう、獣人とか、そういう奴らとこう戦いを繰り広げていて、長官はですね、いや、この王国を助けたったらええやんと。援助すればアメリカの影響力保てるよねって言って、この王国を援助するようにっていう任務を持たせたチームを送り込むっていう。なるほど。感じの話ですね。なんかこう政治的なあれなわけだね。スタートなわけだ。あるんですよ、それが。ただでもこの中において僕が話したいテーマっていうのが、中間管理職を応援したくなるアニメやなっていうのをテーマに喋りたくて。新しい視点ですね。いや、そう。これ今まで喋ったことなかったなと思って、この視点は。ちょっとこれで喋らせてもらいたいなと思ってるんですけど。聞かせてもらいましょう。これ今回アニメ版の話をするんですけど、ウェブトゥーン版、その縦読み漫画版も、なんか LINE 漫画とかジャンプトゥーンとかでも読めるらしいんで、そのアニメ見るのちょっとあれかもみたいな、見る時間ないかもみたいな人はそっちのウェブトゥーンとかでもパラパラっと見ていただけると雰囲気伝わるかなと思うんですけど、じゃあなんでこの世界で中間管理職が大変やねんと。
いうところをね、喋っていきたいなと思うんですけど、はい。まず、この先遣隊みたいな、先遣隊っていうか、まあこの異世界に派遣されるチーム、まあボロボロなんですよね、チームがそもそも。ボロボロのチーム。ボロボロのチームをリック・フラッグ大佐っていう、まあアメリカ軍にいる人が指揮して、この王国でちゃんと地位を確立して、ちゃんと王国を援助しないといけないっていう任務を任されるんですけど。はいはいはい。マジでチームボロボロ。それはどういうチームなんですか、その派遣されるチームは。そう、これがですね、さっきちょっとそのアマンダ・ウォラーは超人的な能力を持つ人たちを使ってみたいな話をしてたじゃないですか。今回のこのチームに選ばれる人選がですね、はい。ベルリーブ刑務所っていう、まあベルルーブとも言うんかな、刑務所っていう、超人的な能力を持つ犯罪者たちをしっかり収容するために作られた刑務所に服役してるやつの中からメンバーを選ぶんですね。出たよはいはいはい。まあこれスーサイドスクワッドお決まりなんですよ、これは。なるほど。基本的にそのベルリーブの中のやつらから選んでチームを作ってどっかに送るみたいな。そのやべえやつにはやべえやつを当てるみたいなね。簡単に言うとね。そう。なんでその刑務所にいる人で行くんですか？管理しやすいからっていうのがある。管理？まあちょっとこれ後でいろいろあるんですけど。あるの？いろいろあるんですけど。まあでもそのメンバーで言うと全員凶悪犯なわけですよ。まあそういうことだわね。しかも普通の人間じゃなくて超人的な能力を持ってる人とかも全然いるんですよね。なんか例えば、まあ金をもらったら誰でも仕留めるスナイパーみたいなやつもいるんですけど、これもただのスナイパーじゃなくて、マジでゴルゴ並みにほんまに誰でも狙撃できるみたいな。100発100中みたいな人がいたりとか、これデッドショットっていう名前のやつなんですけど、とか、あと、まあ特に倫理観のそうなんていうか線引きみたいなのがなくて、とりあえず強盗とか殺人とかしまくってる、まあピエロっぽいメイクをしたレディがいたりとか、これハーレークイーンっていうやつなんですけど、あとサメもおるな。ちょっと待って、刑務所ですよね。はい。はいじゃなくて、サメもおるって水族館なんですか、そこは。いや歩けるサメがいる。サメ人間とかじゃなくて歩けるサメなの。サメちょっと言葉はわかる。けどなんかこっちが言ってることをちゃんと理解できてるかちょっと怪しいぐらいの感じがサメ人間って言ってええんかなみたいな感じですね。足の生えたサメなのね。足と手の生えたサメ。で人食べる。まあじゃあサメにしとこうかな。サメ。そうそう。キングシャークって七上っていう名前あるんですけど、キングシャークって呼ばれてるやつがいたりとか。あと他にもまあメンバーが、このアニメの方で出てくるメンバー他にもいるんですけど。まあ、このチームそもそもまとめろって言われて、ってなるじゃないですか、結構。そもそも、なんていうの、刑務所から出してきた人を連れてく時点でな。そう。大変そうなのは想像できますよね、容易に。やし、この人らほぼ全員、一人で基本行動してた人たちなんですよね。なるほどね。まあ一人ないし二人とかでこう、行動とか犯罪を犯してた人たちで、マジでチームワークないんですよ。そのチームで動くみたいな考えがないんですよね、みんな。まあ、どっちかというと社会の輪を乱してきた人たちやからな。それはそう。そういうことやな。そうやね。あと2人おんのがクレイフェイスっていうのとピースメーカーってやつが一応そのメンバーとしてはいるんですけど、全員マジでチームとして動かないから、それをまとめないといけないリック・フラッグ大佐のまあ新郎たるやって感じなんですけど、リック・フラッグ大佐はその部隊の一応責任者でいいのよね。せやね。責任者やねんけどみんなマジで言うこと聞かへん。まあそりゃそうやろうな。やし、これちょっとね、3、4話目ぐらいやったかなの、ちょっとネタバレになるんですけど、この一回そういうメンバーを集めて、異世界の方に遠征行きましょうっていう作戦、一回失敗してるんですよ。失敗するんや。なるほど。失敗して2回目の話なんですよ、このアニメって。これ一回失敗したのに、同じ方法で行くんみたいな
のもこのリック・フラッグ大佐的には、中間管理職的にはすげえ、うわ、きつこれっていう。1回目のメンバーと一緒。それは違う。メンバーは違うんですよ。メンバーは違う。でも、ベルリーブから選んだっていうのは一緒。まあ、犯罪者集団で行くっていうのは変わらんわけだ。そうそう、2軍を送り込んだみたいな感じ。ああ。なんで、いや、これ、リック・フラッグ大佐も別にやりたないやろうになって思いながら、結構話が進んでいくんで。まあ仕方ないよね。上の言うことは絶対ですわな。いや、中間管理職辛いなっていう。いや、リック・フラッグ大佐頑張ってほしいなってすごい思う。リック・フラッグ大佐がね、結構真面目な軍人なんですよ。はいはいはい。映画の方とかでもそうなんですけど、ほんまになんか叩き上げの軍人みたいな感じで、たまたまこの任務に、アサインされたというか、なんか任せられたっていう感じなんで、なんかね、すごい、映画版でもそうやし、このアニメでも、大変そうやなってすごい思う。その凶悪な犯罪者たちを、そもそもどうやって連れてくのとか、どうやって言うこと聞かせんのみたいな、あるじゃないですか、疑問は。まあ、なんで犯罪者なんていうのももちろんあるしね。なんで犯罪者なんは、この異世界スーサイドスクワッドではあんまり言われてない気するけど、言ったら、スーサイドスクワッドやから、ぶっちゃけ死んでもいいって思われてる。そういうことなんかなと思って想像してたんですよ。そう。異世界に行って、仮に失敗しても、別にいいやんみたいな。そういうこと。しゃあないみたいなね。でも、任務はやってもらわなあかんから、何かしらモチベーションを与えないといけないわけですよね。っていうところで、一応その任務を達成したら、刑務所にいる期間が短くなるとか、ちょっと待遇が良くなるとか、そういうなんか駆け引きもあったりするんですけど、一番根っこのマネジメント方法は、爆弾を首に埋め込むっていう手法。マネジメントって意味知ってます？管理。もうダメですね。もうこれダメですね。管理です。うわ、管理。管理です。マネジメントじゃないと思うけど。爆弾を首に埋め込みます。はい。とりあえず聞こう。これはスーサイドスクワッド毎回そうなんですよ。なるほど。だいたい首に何か埋め込まれるんですよ。で、これ、リック・フラッグが考えたことじゃないんですよね。その大佐じゃないってことね。そう。大佐じゃなくて、さらに上の、さっき話でできたウォラー長官が基本的にこれやりなさいって言って。偉い人がね。そしたら言うことを聞くから、あなたもこの任務できるでしょみたいな。なんかマネジメント方法が上に決められてるんですよね。マネジメント方法って言っていいのか分からんけど、ルールが決められてるわけやな。ルール、そうやね。仕事のやり方がもう上から決められてるんですよね。これ、板挟みやなって思う。僕は。板挟みなんか下からも文句言われるんですよ、そらね。なんか首に爆弾なんか埋め込みやがってよ、お前と。でもお前爆発するってなったら、お前も絶対殺すからな、みたいな感じになるわけじゃないですか、その、凶悪な犯罪者集団からすると。そうやろうね。でもリック・フラッグは、それはね、爆弾は確かに埋め込まれてるからちゃんとやらないといけないけど、それはこっちも爆発させたいわけじゃないですから、みたいな。言ってへんね、そういうことはね。そういうセリフはないんやけど、基本そういう態度にならざるを得ないわけじゃないですか。そうやね。その任務を果たすことが俺の役割やから、爆発させたいわけちゃうんやでと。でなんとかこのメンバーの、なんていうかな、モチベーションを保ったまま任務をせなあかんみたいな。それは会社でもそうやろ。そう。一緒やと思う。っていうところですごい、大変やなっていう。もう上に決められてることやから、首に爆弾つけるっていうのは。それは、確かに野放しにすることはできないやろうからね、今日は。いや、そう。もちろんそう。好き勝手されても困るしね。好き勝手しまくった結果、ここにおる人たちやから。そうやろうな。で、アニメの方ではなかったけど、映画版とかやと結構見せしめってたら変やけど、ほんまに爆弾埋め込まれてるからな、みたいなのを分からせるために一人死んだりとかしちゃう。ぐらい、なんかみんなも、いや、その爆弾埋め込まれてるって言ってるけど、さすがにないやろって言って逃げ出したりするやつおるんですよ。そういう人たちはマジで爆発させられて、ほんまなんや、みたいな。笑ったらあかんで。笑ったらあかんで。何が
何がおまなやふふふふやねん。でも映画では結構笑える感じなんですよね、なぜかね。まあそう。いやちょっとアメリカ産のユーモアは分からないっすわ、それは。こいつ良くない身の振り方してるぞ今。すごく良くない。そうなんか不思議やんね。まあまあね、笑えるってね、笑いにはすごい力があるということで一つそこは。いいごまかせてないな今の。ちょっとごめんなさい、笑うつもりはないですね。もう人のねこう首が吹っ飛ぶってところで。まあまあこれはあくまでフィクションでね。そうもちろんフィクションなんで。はい、でもこのマネジメント方法のこの首に爆弾埋め込んどいたらええやんっていうウォラー長官の意見は最悪わかるじゃないですか。まあそれはわかりますわかります。そうか、究極的にはそうせなあかんかみたいな。なんですけど、さっき一回失敗したって言ったじゃないですか。はいはいはい。その時も首に爆弾埋め込んでるんですよ。その1回目の失敗の理由によるわ。ちょっと詳しくはアニメの方を見てほしいんで、もうさらっとだけ言うと、遠隔起動型にしてたんですね、爆弾を。はいはいはい。で、なんか確かジャミングみたいなのをされたんかな。妨害電波みたいなやつね。妨害みたいなのになってそのまま逃げられたっていうのがあり。逃げられてんね。そうなんや。その無賛したというかね。そうなんや。いろいろあるんですけど、そこも。全員爆破されたんやと思ってたわ。いろいろあって。リック・フラッグ大佐1回目も言ってるわけやから、その失敗の理由も知ってるわけじゃないですか。で、2回目の、そのチームをこう指揮するってなった時に、そのウォラー長官から伝え聞いたことで、大丈夫、爆弾の方式変えたからって、長官からはこう伝え聞くわけですよね。遠隔じゃなくなると。遠隔起動型じゃなくて、次元式にしたからと。ちょっと待てよ。次元式はあかんやろ。次元式にして、こっちから電波を受信せえへんと、最後に受信した時間から72時間後に爆発するようにしたから。だからジャミングできひんようにしてる。せえへんようにしてるから。だからこれやったらいけるよねみたいなので2回目任されるんですけど。でもなんかその首に爆弾を埋め込むっていう方法で1回失敗してるわけじゃないですか。抜け道をなんか見つけられるっていう。いやこれ2回目もなんかあるんちゃうと思うやん。ちょっとその抜け道あるかもしれないね。そもそも根本的にこの方法間違ってんじゃないみたいな。でもリック・フラッグはやっぱり軍人やし、上下関係がめっちゃはっきりしてるから、長官の言うことは絶対、爆弾の方法変わったから、じゃあ2回目も指揮しますみたいな。責任持ってやりますみたいな。そんなシーンはないけど、そんな雰囲気で進んでいく。しゃあない。指揮系統がはっきりしてるからね。いや、そうなのよ。いや、めちゃくちゃなんか、軍隊ってそっか、中間管理職みたいな人、いっぱいこう、いろんな層におるんやなって思った。そうなっちゃうよね、最終的にはね。そう。リック・フラッグの上にもおったりするんか分からへんけどね、その長官との間にももしかしたらおったりするかもしらんし。なんか、リック・フラッグすげえ大変やな。これあんまり僕、映画見てるときそういう風には思わなかったんですよ。無茶言われてんなみたいな。思わなかったんですけど、今回アニメ見たのと、最近ちょっと中間管理職にインスパイア受けたのもあって。受けたのもあって、個人的にね。中間管理職にちょっといろいろあって。そう。なんか、こういう視点もあるか。そういう視点で見るとリック・フラッグ大佐すげえ、頑張ってんなと思って、社会人として。改めて背筋伸ばしてこうって思いましたね、これは。でもなんかこう、応援したくなってんのかな。大変さは分かりましたよ。大変さは分かりました。その上から言われた通りのルールで、なんとかミッションやり遂げるしかないっていう大変さは分かりました。でもさ、こうミッションに向かって頑張るっていうのは、もうあるわけですよ。リック・フラッグ大佐のその、使命というか。それって仕事と一緒やん。いやせやけどなんその言い方。仕事と一緒やん、素敵やんみたいな。僕らがやってることと
重なる部分あるやん。サラリーマンやったら分かると思うんやけどな、この気持ち。いや、まあもちろん分かるけどね。まあでも確かにこのチームのまんま、なんかじゃあただ単に頑張れって言われるだけやと、いや、リック・フラッグ大佐それはさすがにかわいそうなだけすぎひんかって思うじゃないですか。そうそう。なんかそれ次のポイントなんですけど、それでもなんかこう応援したくなったり、このスーサイドスクワッドっていう、まあ言ったチームに、ちょっとこう愛着が、見る側としても愛着が湧いてくるみたいなところもすごいあって、これめちゃくちゃ異世界に行くっていうところをうまく活かしてるなと思ったんですけど、異世界にもならず者たちっているわけなんですよね。まあそれはいるでしょうね。そう。王国っていうのがあって、その王国に対して立てついた人たちとか、立てついた種族とか、さっき言ってたオークみたいな奴らとかが、もうなんか刑務所に収監されてたりするんですよ。はい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 。スーサイドスクワッドのみんなも、まあその異世界行った直後は、なんやこいつらっつってぶち込まれるんですよね、刑務所に。なるほど、はい、はい。刑務所から出てきて異世界来たのに刑務所にぶち込まれるみたいな感じになるんですけど、そこで、この世界にも自分たちみたいなならず者とか、そのなんか体制に立てついたせいで、その刑務所っていうところに閉じ込められてる人たちがいるんや、みたいなのになって、こう結構ならず者たちの間でもちょっと絆とか共感とかが生まれてくるんですよね。はあ、まあ捕まってる者同士ってこと？そう。あ、なんかこいつらも同じ気持ちで、いやなんかこの社会おかしいとか、いや俺が社会を全部ぶち壊してやるんだみたいな気概で、まあなんかいろいろやってたりとかしてる人たちがぶち込まれたりするわけで、とかちょっとそのはみ出し者っていう風に扱われた人たちがね、なんか収容されてるわけで、向こう側でも。はい。その同じ境遇の人たちを見つける。で、その同じ境遇の人たちが自分たちの居場所を見つけていくみたいな過程が、これ映画版とかでもそうなんですけど、スーサイドスクワッドってすごいうまく描かれてて、その映画版とかではスーサイドスクワッドの中だけの話だったんですけど、異世界っていうところに行ったおかげで、その異世界の中のならず者たちとの触れ合いもあるみたいな。社会が変わっても自分たちと同じような人たちっているんだみたいなのがこうなんか心を通じ合わせていくみたいな過程がすごいね、いいな、異世界ものいいなって思いました。僕は。まあそれはええやろうけどね。それはええやろうけど。そこでこうなんかリック・フラッグ大佐とかもそっかってちょっとなったりするわけですよね。リック・フラッグ大佐は別に捕まってる側じゃないけど、こいつらの間でもなんか、なんていうの、人らしいところがあるんだなみたいな。ならず者たちなりの考えというか。そう。でも結構なんか、これ DC コミックスっていうアメコミの、まあスピンオフシリーズって言ったらいいんかな。なんかバットマンとかで出てきたような、その悪役たちを集めた話。みたいな感じの立ち位置なんですけど、結構その、なんかならず者みたいなところ。とかはみ出し者、なんかミスフィッツとか言ったりするんですけど、その社会にフィットしなかった人たちの話っていうのが結構なんかほろりとくるところもあったりして、特にこの異世界の人たちとかって多くとかって人間じゃないからとか、なんか気性が荒いからとかで結構ぶち込まれてたりとかするんですけど、いやそれってなんか人間ベースになってる社会が悪いからじゃないみたいな見方もできたりとかして、その社会がそういう多くたちを、なんていうの、悪者に仕立て上げたのに、社会の方はその多くたちの生活の保障をしてあげないとか、一方的にもう悪者って決めつけてぶち込んどくみたいな風にするんだみたいな。まあそういう風に見ようと思えば見れたりとかもして、結構すごい DC らしいなと思いながら。そうスーサイドスクワットの人らもそういう感じなんですか？僕がこう聞いてる感じでは、なんていうの、極悪人みたいなね。そこの掘り下げとかもアニメ版の方でももちろんちょこちょこあったりするんですよ。なんでそういう道に走っていったかとかっていうのもすごいあったりして、まあ、例えばそのなんか自分の家族のために仕方なくやらないといけなかったとか、あとほんまに自分のそのなんていうのな、なんか精神的に追い詰められてて、
犯罪への一歩を踏み出しちゃってそこから歯止めが効かへんくなったとかっていうのもやっぱキャラクターそれぞれに結構いろいろ背景があったりして、親からすごい叩き込まれちゃっててみたいなのもあったりして、結構それぞれに背景があったりするんで、なんかそこら辺も、まあアニメ版やとちょこちょこ出してくれたりとかするんですけど、その確かにキャラの背景とかを知ってるとよりこの異世界スーサイドスクワッドを楽しめるみたいなところがあったりするんで、ちょっと事前にザ・スーサイドスクワッドっていう映画をご覧いただいて予習いただくのが良いんじゃないかなというふうに思っております。いやいや、73ぐらいで映画進めてない？まあでもこれね、やっぱそのザ・スーサイドスクワッドで人気出たキャラやからここにも登場してるみたいなのもあるんですよ。ああ、なるほどね。そこまではあんまり注目されてなかったキャラやけどみたいなキャラもいたりして、影響は受けてるはずやから。ああ、そういうことね。それはね、見てた方がいいと思います。はい、なるほど。はい。今回のテーマ言いたかっただけやろ。何がですか？そんなに中間管理職応援したくなってないやろ、佐島さん。いや、僕はもうリック・フラッグ大佐すげえ頑張って、いや、もうこれが仕事やんな。俺も頑張らなあかんなって思った。怪しいわ、これ、今日のテーマ。なんでですか？なんでですか？いや、なんでかは言わへんけど。あ、そうか。じゃあ、無罪やな。疑わしきは罰せずということで。罰せず。はい。証拠がないから。証拠はな、あるんやけどな、多分。提出されなかったので。あ、そうですか。今回の裁判では。はい。証拠品なかったので、無罪です。じゃあ、無罪で。無罪です。とりあえず、映画とアニメ楽しんでねということね。そうですね。僕もこれ途中までかな。今最新話までは見てるんですけど、7話ぐらいまでしか見てないんで、多分この後、よりなんかあるんやろうなっていう。いやさ、スーサイドスクワッドね、なんか最後ほっこりするね、みたいな感じで終わらしたけど、一筋縄ではいかへんから。多分。いや、もうあんま分かってへんけど。アニメがどう転ぶかは分からないんですけど、お前みたいなやつがおったりするから結構。めっちゃ含ましてくるな。分からへんけどね。アニメがどうなるか分からへんけど。はいはい。まあそりゃそうやね。そういうところも魅力な作品なんで、異世界スーサイドスクワッドぜひね、ザ・スーサイドスクワッドを見た上で見てもらえるといいんじゃないかなと思います。漫画760。エンディングです。漫画760では番組の感想、コーナーメールを募集しておりますので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので、番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定のオンを忘れずにお願いします。YouTube では収録の模様が見れる動画版をアップしているので、ぜひチェックしてみてください。本日はですね、ちょっと私が喋りっぱなしで申し訳ないんですけど、一点注意喚起をしたいことがあって。注意喚起？はい。なんかあんまりポジティブなワードには聞こえないですけど。でも社会を良くしたいっていうポジティブな気持ちから来てる。いやいや、なんかそういうすげえ正義がある時の方が怖いねん。ソーシャルジャスティスウォーリアーみたいなやつ、ね。恐ろしいけど。まあ、一旦聞いてから、はい。ちょっと先日ですね、ちょっとだけ悲しい出来事がありまして。はいはい。ちょっとだけ悲しいね。ちょっとだけです。全然悲惨なことではないんですけど。僕がですね、会社から家帰ってくるときに、最寄りの駅で、駅の改札から出るわけじゃないですか。はい。その時に、列ができてて、で、僕の直前に並んでた人が改札を出るときに、こう IC カードを、パッてタッチしていくわけじゃなくて、センサーのところにね。で、そこまでは良かったんですけど、その人は自分のカードをピッて置いて、ピッてちゃんとなった後も、なんですか、その人自身はもちろん前に進んでるんですけど、そのカードをセンサーにもう乗せたまま、言ったら自分の手は後ろの方になっていってるにもかかわらず、ずっとセンサーに置き続けてたんですよね、そのカードを。カード残しというわけだ。カード残し。はいはい。剣道でいうところの斬新みたいなやつ、メーンってやった後もこう、肩残しとくみたいな。
あ、そういうのがあるんや。なんかあるんですよ。あるらしいんですよ。僕も高校の時の剣道の授業で聞いただけだからあれなんですけど。剣道だと、メーンってやった後に入ったとしてもガッツポーズしちゃダメで、ちゃんとその、残しとかない。型を残しとかないといけないみたいな。はい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 。それをやってたんですね。まあ、それかは分からへんけど。それじゃないかもしれない。斬新に近しいことやってたんですよ。まあまあ、手を残してたね。そう。ガッツポーズしちゃあかんな。残しとこうみたいな。いや、なんやねん、ガッツポーズって。でほんまにギリギリまで残してたんですよね、多分。手伸びきるぐらいまで。はいはいはい。残してて、で、僕は僕でスマホなんですけど、スマホのロックを解除してないと、スイカ使えないっていう設定にしてるんで、こう画面パッて開いて、あ、ロック解除されてるよな。なんか大丈夫やんなっていうのを確認してた上で、センサーにこうスマホをピッて当てようとしたんですけど、っていうのをこう手元に目線がいってたっていうのもあって、その人が斬新をしてることに気づかなくて。もう斬新って名付けてもうた。IC 斬新ね。IC 斬新。はい。気づかなくて。僕がこう、まあ普通のいつものリズムでいくと、ピッてやるときに、その人の IC 斬新まだ残ってたんですよ。なるほどね。だから言ったら、センサーにはその人のカードで僕のスマホやったから、多分2枚あるとエラー吐くんですよね。はいはい、ありますね。そんなんあります。そんな重ねてますとか、読み取れませんでしたみたいなのがピーってなるわけじゃないですか。なんかもう一度タッチしてくださいみたいな。出たから、その人がそのもう斬新をやりきった後、ガッツポーズをし始めた頃ぐらいに、いやいや、別に斬新終わった後にガッツポーズしていいってわけちゃうやろ。そういうことちゃうやろ。してたかもしれん、してへんかったかもしれん。それは僕は見てへんけど。剣道ではあかんやろ、ガッツポーズ。あかん。あかんけど剣道じゃないから、これは。いや、もうせやねんけど、もうなんかぐちゃぐちゃになってきた。あんたが混ぜたんやけど。けど、でももう一回タッチしてくださいってなってたから、僕も、じゃあまあ、この人おらへんくなったし、タッチしようと思ってタッチしたんですけど、反応せえへんくて、これダメなんやなと思って、僕一回列から外れたんですよね。後ろの人も詰まってたし。で、こう、バーッと後ろの人も行くわけなんですけど、とはいえ、前の人のあの斬新って多分、一回だけじゃないと思うんですよ。まあ、IC 斬新。なんていうか、習慣的なんでしょうね、おそらく。通勤とかそういう時って、大体同じ動作するじゃないですか。まあ考えてないから、そんなに。僕を狙い撃ちしたかったんじゃなければね。まあ、それはないだろう。誰かに依頼されて。しょうもないな、依頼が。やってたんかもしらんけど。何しょうもないって何言ってんですか、人の事情やのにさ。いろいろあるかもしれない。今回スーサイドスクワットでも言ってたじゃないですか。いろんな人にいろんな事情があるんですって話してたじゃないですか。もっと苦しめる依頼せえや、それやったら。しょぼいね。それはやめてほしい。そらそうや。でも、多分、毎回やってんだろうなっていう。まあ、そうでしょうね。ってことは、高確率でその人の後ろの人エラー吐く可能性高いわけじゃないですか。いや、まあ、でもさ、まあ、あくまで僕はその場にいなかったから、わかんないけど、まあ、前の人を見てタッチするやん。する？まあ、その前の人の進み具合とかさ、まあ、気をつけなあかんしさ。距離的にはね。そう。前の人の距離とかはあれやけど、その人ほんまギリギリ前残してたんですよ。手後ろにピーンってなるぐらい。タッチするとこ見ないの？佐島さんは。見る。でも、残ってたのが見えたわけでしょ？そう、なんか、残ってたのは見えてたけど、ある程度ね、その、スマホの方に若干視線は落としてたから、目の端では捉えてたけど、一般的な人やったら、もう、さって抜けるやんな、ぐらいの。まあ、いつもやったら抜けてるやろうという想定のもとで動いたわけでしょ？そう。で、やったら、こいつずっと残しとるやんけ、みたいな。なって、どないやねんと思ったんですけど、これも僕はエラー吐かれたから、改札の中、で、その前の人は改札の外にいるわけじゃないですか。だから伝えられないんですよ、今、斬新してましたよねって。IC 斬新だって言えないわけじゃない。いやいや、もう大きい声で言ったったらよかったよ。いや、それは。IC 斬新だ。それ社会人やから、僕も。いや、社会人も、ベルリーブに入ってへんから、僕は。いや、別にベルリーブに入ってなくても言ってもいい範囲やけどな。ちょっと、これなんかでも、僕言わへんと、なんか今後も多分犠牲者どんどん出てくるんだろうなと思って。
ちょっと今回、注意喚起のバーとさせていただきました、今回ね。これ聞いてる人に、その IC 斬新をしないようにっていう。そうそう、この聞いてる人に IC 斬新しないようにっていう注意喚起もそうやし、周りで IC 斬新をしてる、例えばパートナーの方とか、親とか、子供とか、親戚とか、それ IC 斬新って言うとよくないんやでと。ちょっと注意喚起をしてほしい。意味ないから、IC 斬新。でもさ、気持ちはわからなくないところはあって、しっかりタッチしたいっていう気持ちはあるんでしょうね、多分。そう、わかるんですよ。わかるけど、ピッてなってるから。いや、でもさ、聞き間違いもあるやん。隣だってピッて言うからさ。やから、その、エアタッチでのタッチミスが怖い人は、もうべったりタッチしたいって気持ちはわかる。イヤホンつけてるとか、そうそうそう。耳聞こえづらいという方もいらっしゃると思うんですけど。そう。通れてるからでも。改札。いやでも、もう万が一よ、万が一。万が一ね。いや別に擁護してるわけじゃないけど、気持ちはわかると。そうね。そのせいで後ろのやつがつっかえてんねん。いやでも、これに関しては、僕思ったところはあって、後ろの人も前を見とかないといけないっていうのやっぱ。そりゃそうやね。僕はでもそれ反省した、確かに。そういう、そっか、そういう流儀の人もおるかと思って。そう。めちゃくちゃ見るようになった。そう。いやでも、いいと思う、それでね。佐島さん、そう、スマホスイカやったから、ちょっとスマホを一瞬見たから、そのタッチするとこ見てなかったけど。そうやね、油断があったわ。そう。いや僕 IC カードやからさ、自分の手元見ることないから、多分その斬新気づけるからはたけんねん、多分、ね。シュッてできる。シュッていけると思う、ね。できると思うね。はたいたらよかったんか。あかんけどね、それは。あかんないけど。いや確かにね、ちょっと距離を置く、十二分に距離を置くようになったのと、ピッてこうやってるのを確認するようになったけど、十二分に距離を置いてるせいで隣から他の人入ってくるみたいなこともあった。それはそれで違う流儀のやつやなと思って。それは端っこ？それは端かなかね、確かに。そうやな。IC 斬新しない方がいいっていうのはそうやし。割り込みも NG。いろんな人もいるから、自分自身も気をつけようという同時に。そうですね。注意喚起にもなるね。そうです。周りにも注意するし、自分も注意するし。なんかマナー警察みたいになってきたな。でもさ、みんなでこれ守ってたら幸せになれますから、みたいな。いやでも、マナーっていうのはそういうことではあるからさ。そうやね。これ実害出てるしな。でもさ、僕話を聞いてて気づいたんやけど、帰りの駅でそれ起きたんですよね。そうです。じゃあその人とはこう遭遇する可能性があるよね。でもさ、後ろから見てたから、顔わからんねん。いやでもさ、同じ時間にこう毎週のように例えば帰ってたらさ、IC 斬新やってるやつを見つける可能性あるやん。いや、同じ時間に帰ることないねんな、ほぼ。結構バラバラやから。そう、見つけるかもしれんで。見つけようか。仮にさ、見つけたらどうしよう。はたく。いや、なんでや。今の話で言うとさ、しない方がいいですよっていう方がさ、優しいのにさ。そうか。ごめん、今怒りに支配されてたわ。ちょっと今日の朝メディテーションしてへんから。後でやろうと思ってたから。いや、しっかり瞑想しても、はたいたらあかんよ。その人の前に割り込んで斬新していったらいいんかな。人の振り見て我が振り直せ。それは多分トラブルの元やからやめた方がいいと思う。確かにね。その人にちょっと IC 斬新しないでくださいよって言われて、いやあなたも前してたじゃないですかとかもちょっとこじれそうやしな。こじれる。やめとこうか。そう。なんかみんなで社会良くしてこうねっていう。絶対違うやろ。ちょっと吐き出して落ち着いたなみたいな感じあるやろ。そんなことない。僕も注意してるからそれはね。ほんまかいな。自分もしたらあかんなって思うし、それは。わかりました。はい。じゃあみんなで気をつけましょうね。はい。皆さんで気をつけていきましょう。ということでまた来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。